七福神巡りの福六十。あ、なんだろう。七福神巡り幸福長寿を授ける小石川七福神記念スタンプは東京ドーム22部屋と向かいのインフォメーションにあります。あ、そうなんだ。小石川七福神ということでインフォメーションに行ってみました。こちらで七福神巡りの色紙とマップを買うことができます。東京ドームシティ内にある先ほどの福六十様からスタート。インフォメーションで色紙とマップの両方に自分で印を押します。色紙とマップに押す印は同じだったり違うものだったりするので、それぞれの場所でよく確認して押すようにしてくださいね。色紙に押すのは御朱印、マップの方はスタンプラリー気分で楽しめるかなといった感じです。皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日はですね、後楽園に来ております。前回東京ドームシティの中に鎮座している錦秋稲荷神社をご紹介しましたけれども、その時に、小石川七福神巡りというのがあるということが、分かりまして、急遽ですね、あと七福神巡りをしようと思い立ちまして、もう本当にね、思い立った感じで、急遽小石川七福神巡りをすることになりました。せっかくですので今日はその小石川七福神巡りの様子をご紹介したいと思います。で、まず東京ドームシティの中に福六十様がいらっしゃいました。こちらの方はね、インフォメーションでも印を押していただけましたので、福六十様の参拝は終えまして、後の皆様この東京ドームシティの外にいらっしゃるということで、ちょっと今日この暑さの中本当に巡れるのかどうかっていうところではあるんですけれども、ちょっとね頑張って巡ってみたいと思います。で、インフォメーションの方でマップもいただいてきましたので、そのマップを見ながらね、頑張って歩こうと思っているんですけれども、今、11時ですので、11時スタートということで、だいたいどのぐらいの時間で巡れるのかっていうのもね、ぜひ参考にしていただければと思います。で、次はですね、毘沙門天様に向かっております。いや、暑い。東京ドームシティを出て毘沙門天様のあるお寺へと向かいます。こんにゃく閻魔前、面白い名前ですね。ここがでもこんにゃく閻魔っていうお寺になっているようですね。この中にあるようです。七福神ののぼりが立っています。あ、そうなんだ。閻魔堂に安置されている閻魔王座像は一眼閻魔として知られ、こんにゃくを備えて眼病平癒を祈願します。樋口一葉をはじめ多くの文学作品にこんにゃく閻魔として登場しているお寺です。その境内に祀られている毘沙門天をお参りします。毘沙門天は武将のような勇ましい姿、勝負運や幸福のご利益があるとされています。色紙への印はお寺の事務所で押していただきました。マップの印はセルフです。こうやって自分で押すのも楽しいですよね。はい、こんにゃく閻魔様の、境内にあります毘沙門天様をねお参りしまして、次に向かっておりますのは福寿院というお寺に祀られている大黒天様になります。ちょっとね、どこか
全然わからなかったんですけど、大黒天様、実はですね、こちらの福寿幼稚園の中にあるんですね。こちら、こんな風になっています。はい、福寿院大黒天。あれ、これは参拝できるんだろうか。あ、ここですね。参拝の方はインターホンでお知らせください。すいません、お忙しいところ、大黒天様の参拝に参ったんですが、失礼いたします。どうぞということで鍵を開けてくださいました。ありがとうございます。すごい、ちょっとこれはちょっと珍しいですね。今幼稚園のこれ園庭の中を通らせていただいております。そして大黒天様、こちらなんですね。なるほど。では参拝させていただきます。福寿院は1774年に開山された伝通院山内の寺院。幼稚園の敷地の中に本堂があります。本堂に祀られている大黒天様は高さ50センチほどの小さな木造座像。鎌倉時代に制作された非常に歴史のあるもので、お正月の期間のみご開帳されます。五穀豊穣、商売繁盛、開運などのご利益があるとされています。色紙マップへの印はセルフで押します。幼稚園の中にある大黒天様、お参りさせていただきました。子どもたちのね、元気な歌声が聞こえてきたりしてね、いや、なんか珍しいですよね。一般の方もインターホンを鳴らしてご挨拶すれば参拝させていただけるみたいです。さて、次向かうのはですね、ホテイソン様なんですが、次はね、比較的ここから近そうですね。でもね、やっぱり歩いていてとても気持ちのいい道でして、ところどころ、お寺や、神社もあって、あとね、なんか史跡などもねありますので、七福神巡りのお散歩っていうのもね、楽しいかもしれません。はい、急に出てきましたね。はい、こちら真珠院というお寺の中にありましたね。七福神の旗が立っております。徳川家康公の聖母の生家、水野家の菩提寺です。建物がとってもモダンですね。お寺の事務所の横の建物にホテイソン像が祀られています。こちらにホテイソン様がいらっしゃいます。色紙への印は事務所の方にお願いし、マップの方はセルフで押します。またお寺の墓地の奥に大きなホテイソン像があるとお聞きし、見せていただくことができました。墓地の中、失礼いたします。こちらね、案内していただいたので、やってまいりました。こんなに大きいホテイソン像がありました。すごい。笑顔が印象的で、宝物がいっぱい入った大きな袋を持ったホテイソン様。正門来福、夫婦円満、子宝のご利益があるとされています。はい、布袋様お参りさせていただきました。お寺の方がですね、お暑いでしょうということで、冷たい氷のお茶と、あと、塩飴ですか、振る舞ってくださいました。ありがたいですね。はい、で
ここから、少し歩きまして、今度はですね、寿老人と弁財天様に向かっています。すごい汗が滝のように流れる。いやここはですね、なんかパークタワーの多分マンションの敷地内ですね。お邪魔しております。この中にあるということでやってまいりました。ここですね。はい、弁財天とありました。なかなかこれは見つけにくい。いやでも確かに水の流れがありますよね。はい、そこに鎮座する弁財天様。見つけた。財運、芸能、美容のご利益があるとされています。はい、このマンションの敷地の中にある弁財天様をお参りしたんですけれども、敷地の院はですね、すぐ隣にあります宗慶寺さんというお寺の方で授かれるということです。おそらくそちらにはですね、寿老人が祀られているんじゃないかなと思うんですが、ちょっとそちらの方に向かいます。はい、マンションの敷地のすぐお隣に宗慶寺さん、こちらですね、ありました。家康の側室の茶の局の墓所となった宗慶寺。古くから学問と関わりがあるお寺で、思慮深い寿老人が祀られることになりました。ご本堂の手前に寿老人様いらっしゃいました。とても鮮やかなお衣装を着てらっしゃいますね。寿老人は延命長寿や諸病平癒などのご利益があるとされています。先ほどの弁財天様の印もこちらに置かれています。次に寿老人様の印、マップの方にも同じ印を押しました。はい、寿老人と弁財天様をお参りすることができました。それでですね、七福神様なので、あと1社かと思っておりましたら、印を押すところが、あと2箇所残ってるんですよね。で、数えたら8箇所印を押すところがありまして、一つ多いなと思いましたら、実はですね、弁財天様が、2社ありまして、今お参りしたのは女弁財天なんだそうです。で、これから向かうところにも弁財天様があるんですが、そちらは男弁財天様っていうことなんですよね。はい、ということで、あとは恵比寿様と、男弁財天様2社を残すのみとなりました。頑張ろう。途中素敵なケーキ屋さんを見つけたので、ここで一休みすることにしました。茗荷谷の桜並木通り沿い、パリの通りを思わせる佇まいが素敵なパティスリーレセンシエール。看板のシューアラクレーム、美味しそうですね。ショーケースには色とりどりの美しいケーキが並び、形もとてもスタイリッシュ。こちらがお店の看板メニュー、シューアラクレーム。私は秋らしい洋梨のムースケーキエフェメールとシューアラクレームをいただくことにしました。断面も美しいですね。それではいただきます。まずはシューアラクレームから。クッキーシューになっています。生地が普通のシュークリームと違ってかなりサクサクしています。さっくりした生地の食感がとてもよく、その後に中のクリームの滑らかで濃厚な味わいが広がります。中のクリームにはトンカという豆を使っていて、
通のカスタードクリームとは全然違う独特な深い味わいを出しています。癖になりそうな美味しさ、これは看板商品になるのもわかります。次に洋梨のムースケーキ。ピンク色の部分はカシスのムースです。とても滑らかな洋梨のムース。洋梨の爽やかな甘みとカシスの甘酸っぱいムースがよく合います。アイスカフェオレがまたすごく美味しかったんです。すべてにおいて繊細でこだわり抜かれているのがよくわかります。とっても素敵なケーキ屋さんでした。とっても美味しいケーキ屋さんで、美味しいケーキとシュークリームと、あと冷たい、カフェラテで生き返りました。もうやっぱりちょっとね、これは結構な距離歩きますので、途中で休憩を挟まないとしんどいですね。いやでも本当素敵なケーキ屋さんに巡り会えて、これもね出会いですよね。美味しかった。春日通りに出てきました。はい、このね大きい通りを渡ります。まずこっちかな。ここに徳雲寺さんがありますね。この中に、男弁財天様がいらっしゃるはずなんですが、ちょっとね七福神様どちらにいらっしゃるのかっていうのは結構分かりにくいですね。上りがね立ってたりするところもあるんですけれども、こちら境内お邪魔いたします。妙法山。1630年に開山された臨済宗円覚寺派のお寺。貴重な文化財に恵まれたお寺として知られています。さて弁財天様というと、ありましたね、こちらです。はい、弁財天の赤いのぼりが立っていました。こちらの弁財天にはとぐろを巻いた蛇の頭が人間になっている人頭邪神のお姿の男弁財天が祀られているらしいのですが、そのお姿を撮影することは禁じられています。普段も扉は閉められており、そのお姿を拝見することはできませんでしたが、珍しい男弁財天様にお参りすることができました。色紙の御朱印はお寺の事務所のインターホンを鳴らしてお声掛けすると、ご住職様に押していただくことができます。はい、男弁天様お参りすることができました。あと、恵比寿様だけですね。ここからは茗荷谷の駅の方に向かいます。ここにあった。拓殖大学に気を取られていたらここにありますね。滝沢馬琴のお墓。そうなんですね。すごい。文京区の指定史跡になっています。神光寺だそうです。そうなんですね。さあこちら建物の前にいらっしゃいました。恵比寿様。恵比寿様。たどり着きました。スタンプ台がここにあるので自分で押してもいいようですね。寛永年間に創建された神光寺、南総里見八犬伝の作者滝沢馬琴の菩提寺でもあります。古くから恵比寿様の絵図の掛け軸があったことから七福神の一つになりました。恵比寿様は商売繁盛のご利益があるとされています。色紙に最後の御朱印を押します。そ
してマップにも。これで色紙の御朱印もマップのスタンプもコンプリートです。やった。はい、小石川七福神巡りいかがでしたでしょうか。はい、すべて巡ってくることができました。見てください。はい、全部に印を押してもらっています。七福神といってもね、8箇所巡ってきたことになります。で、こちらのマップの方のね、スタンプも見事、はい、すべて押すことができました。コンプリートっていうことでね、いやー、七福神巡り一度ねやってみたかったんですけれどもね、浅草とか日本橋とか、いろんなところでやってますよね。なかなかね時間もかかりそうだし、ちょっとね腰が重くて上がらなかったんですけども、もう思い立ってね今日始めてみて、やっぱりねこう達成感がありますね。しかも9月の半ばだというのに、この暑さ、もう汗だくになりながらの道中というのはもう本当にもうまさに修行でした。いやでもこう辛い思いとかもう頑張るっていうね、そういった経験があってこそ開運承福約定っていうことがね叶えられるんじゃないかなという気もいたしますので、このかいた汗の分だけご利益があることを願います。これからねいい季節になりますので、皆様も各所で七福神巡り楽しまれてみてはいかがでしょうか。いやー暑かった。室町時代の末期頃から庶民の間で信仰され親しまれてきた七福神巡り。お正月の松の内に巡拝することが多い七福神ですが、小石川七福神巡りのように一年中回れるところも増えてきました。1年を通していろいろな七福神巡りを楽しむのもいいですね。コンプリートした御朱印の色紙は神棚などに飾ってお参りするたびにその時のことを思い出しています。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。